はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回はですね、お魚の基本のソースとも言われております、こちら、はい、バンブランソース、ご紹介させていただきます。で、今回ね、こちらバンブランソース作るにあたりまして、せーの、ドン。はい、こちらね、ヒュメドポワソン使わせていただきます。はい。もうごくごくね、基本的な作り方となります。ご家庭でもね、再現十分可能なソースとなっておりますので、ぜひぜひお試しいただければと思いますので、一度ご参照ください。それじゃあね、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。まず生クリームですね。で、こちらマッシュルームとエシャロットご用意ください。必ずエシャロット用意してください。ベルギーエシャロットってやつですね。で、こちら白ワイン、香りの良いものが良いですね。で、こちら先日取ったヒュメドポワソン、詰めてない方のものになります。で、エシャロットはスライスしていってください。で、マッシュルームの方も同じようにスライスで OK です。こんな感じですね。で、バターを入れまして、で、完全に溶けたところで、エシャロット放り込んで、軽くね、しんなりするぐらいまで、まず炒めてください。で、そしたら、マッシュルームを全部入れていって、軽く混ぜていきます。で、この時塩をちょっとだけ入れます。で、この塩は味付けのための塩ではなくて、このエシャロットとマッシュルームが持ってる水分を出してあげるためのものですね。で、炒まってきたら白ワインをたっぷり入れてください。もうかぶる以上入れちゃって OK です。よくね、かぶるぐらいって言うんですけども、かぶる以上入れた方がいいですね。で、火を入れてきます。これぐらいの火加減で OK です。で、3分の1ぐらいまで詰まったらこちらのヒュメドポワソンを入れてってください。で、これもしっかり煮詰めていくんですけども、沸いていく寸前のところで、この今上に浮いているやつ、これをですね、一気にこうやって一網打尽で取っちゃいます。そうするとバターの油だとかアクだとかっていうのがここで全部取ることができますので、この沸く瞬間がかなり大事ですね。で、ここから煮詰まったところで、生クリームを入れていきます。で、ここからもさらに詰めていきます。で、この詰める理由っていうのが、生クリームの、乳臭さをかき消すためっていうところもあります。で、大体これぐらいですね。もうぐーんと減ってます。で、火を止めましてこしていきます。もうこの時点でね、若干ちょっととろみがあるんですね。これぐらいまで詰めていった方がいいです。で、よーくですね、このエシャロットを押してってあげてください。これがですね、結構うまみのね、大事な部分だったりするので、ここは結構重要な作業になってきます。で、取れたソースは全てでこれだけです。これがですね、フランス料理が高いと言われる理由の一つだったりはするんですけどね、あれだけあった液体がたったこれだけにしかならないです。総量的にだいたい5分の1ぐらいまで減ってますね。はい。で、それを今からね、リエしていく、とろみをつけていくんですけども、バターでも結構ですけども、私はどちらかというとコーンスターチで、とろみをつけてます。それは料理の、内容によってコーンスターチにするか、それともバターにするかっていうのは、その時の選択肢によって、シェフの考え方によって違ったりします。大体私は滑らかさはこれぐらいですね。じゃあ続きさばいていきましょう。まずね、背骨のね、皮のところをまずガイドを
クッと入れさせていただいて、で、そこでね、背骨の骨まで一気にグーッといっていただいて、でもうここでね腹骨のところ切ってしまいます。で、酒場包丁にして、このね腹骨のところと中骨を分けていきます。で、すいて、腹骨を取っていきます。こんな感じですね。で、私はですねこのキッチンペーパーですね、超吸水キッチンペーパーというものをかまして、で、必ずですね、これに、魚の身をですね、くるんで、置いております。だいたい一晩、やりましたら、使うっていうような方向ですね。でそうすると表面の水分も取れて、でかつですね、こう食べた時に、旨味もねしっかり感じられるっていう、利点もあったりします。こちら和食の板前さんですと板前シートっていうのを使ってるそうですよね。私はもうこの超吸水キッチンペーパーっていうのを愛用させていただいております。こんな感じですね。で、これが、一晩経ったものです。もう身がしっかり締まってます。でこれで焼く分だけちょっとカットさせていただきまして、こんな感じですね。もう全然張りも違ってきます。では続きに塩をしていきます。皮目とね、身の方と軽くね塩をしていきます。で、こちらピマンデスペレットっていうですね、唐辛子ですね、フランスのバスク地方の方の特産品の唐辛子になります。で、こちらナスの方をカットしまして、で、こちらね台座ちょっと作って、で、軽くね、格子状に切れ目を入れていきます。こんな感じですね。慌てずゆっくり、しっかりねきれいに入れていきます。こんな感じに入れていただければ OK です。で、塩を軽く振りまして、放置していきます。で、こんな感じでね水分出てきます。で出てきましたら軽くキュッとしっかりではなくて軽く絞ってあげてください。軽くでいいです。こんな感じで。でそうしますと水分出てきまして、それをペーパーで拭います。で、そうしますとこの切れ目に入れたですね、筋がはっきり見えるようになります。こんな感じですね。これで焼き色をつけると綺麗にはっきり見えるっていうところですね。ではトマトですね。こちらはもう横にねパーンと切っていただいて、でちょっと台座作って、で、こういったね網目のバッテに乗せていただきまして、まずね、ちょっと表面の水分取っちゃいます。こんな感じですね。で、取りましたらそこにねしっかり塩を振っていただきまして、こんな感じですね。で、上からね軽くエキストラバージンオリーブを振りかけていきます。で、それをですね、オーブンの中に入れます。でだいたい140度で、15分ほど入れさせていただいております。でこちらねケールですね。ちょっと一口大でカットしておきまして、でこれを180度の油で素揚げしていきます。で180度をこう竹串を入れた時にこうもわーっとね入れた時にスッて入れた時にちょっと経ってからふーっと出てくればだいたい180度です。
で、こんな感じでね、ちょっと跳ねるんですけども、ケールの方、軽くね、素揚げしていきます。これはもう時間的には本当にすぐ素上がってしまいますので、もうすぐ取り出していくような感じですね。もうこんな感じで OK です。で、ナスですね。ナスの方は、まずこの台座の方からまず焼いていっちゃいます。で、ひっくり返しまして、いい焼き色ですね。で、そうしましたら、ちょっとね、横に、並べていただいて、で、この頭の方をですね、これをしっかり押さえていきます。こんな感じですね。ここの部分がですね、ちょっと焼きづらい、色がつきづらかったりするので、ここをまずしっかり押さえて焼いていきます。で、今度お尻の方ですね。ここもちょっとね、色がつきづらい部分でありますので、しっかり押さえてあげて焼いていきます。で、ひっくり返しますと、こんな感じですね。まあ、いい感じに焼き色がついております。こんな感じに焼けていれば OK です。ではこちら、トマトですね。ちょっとですね、途中で160度に上げて、残りちょっとプラス5分ほど焼いております。で、グリルパンにですね、軽く油を塗りまして、で、この身の皮の方ですね、軽くちょっとオリーブオイルを塗ってあげます。これはひっつき防止で塗ってるっていうところですね。で、置きましたら、もうここでしっかり押さえていきます。もう親の敵ぐらいの勢いで押し込んでますね。ここでしっかり押さえておかないと、皮がもうどこまでも縮んでってしまいますので、ある程度いくともう、ここでね、皮がしっかり焼き付いて、縮みがなくなりますので、ここでしっかり押さえることがグリルパンではすごい重要です。で、もう皮がね、大丈夫になりましたら、こんな感じですね。そしたら方向一替えをしてあげて、焼いていきます。こんな感じになってれば OK です。で、これを軽くオーブンで温めていきます。こんな感じですね。では、ドレッセです。こちら、かぼちゃのね、ピューレがありましたので、ちょっと使わせていただきました。こちら、スズキのグリエバンブランソースでございます。いかがでございますでしょうか。柔らか。あ、うまっ。うまいな。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。スズキのグリエバンブランソースでございました。こちらね、バンブランソース、ちょっとね、おさらいさせていただきます。まず、エシャロット、マッシュルームを軽くこうね、炒めていただきましたら、白ワインの方をグッと入れていただくんですけども、こちらかぶるぐらいではなくて、かぶる以上入れちゃってください。で、しっかり煮詰めていただいて、ヒューメドポワソンをそこから入
入れていただきます。で、それもしっかり煮詰めていただいて、生クリームを入れていくんですけども、生クリームもしっかりね、加熱して、煮詰めてください。これをしないと、乳臭さが残ってしまうんですよね。で、それがね、なくなったなっていうところで、バターでモンテしたりとか、コーンスターチを加えて、ください。基本的にバンブランソース、バターでモンテすることが多いんですけども、私はですね、料理の最後の仕上がりのところでバターにするか、それともコーンスターチにするかで結構取捨選択することが多いです。今回は、スズキのグリエということで、ちょっとね、ワイルドさのある料理になるので、ここをね、バターではなくて、コーンスターチで合わせに行ったっていうようなところになります。はい。で、こちらね、今回使わせていただいた機材で、せーの。はい、こちらですね。グリアードという機材になります。グリルパンなんていうね、ことも言ったり、の方が馴染みがあるかなとは思うんですけども、なんでこういう機材があるのかっていうことなんですが、こちら焼くときにですね、食材から当然焼いた水分が流れ出ます。で、それがこの溝に沿って流れていくことで、煙が出てきますよね。で、その煙でこの食材をいぶしていって、ワイルドな香り高い、味わいにするっていうのがこのグリルの調理法の理屈になってきます。はい。私ね、一回このグリルパン、できればね、もうちょっとね、細いピッチで深いピッチのものが欲しくて、で、一回業者さん、芋の業者さんですね、金型を起こそうと思って、見積もり出したんですけども、とんでもない額来ちゃって。もう諦めましたね。ですので、ちょっとね、市販されているもので、これが一番自分の理想に近いかなというところで、今回こちらね、使わせてはいただいてはいるんですけども、いつかね、どこかで作りたいなとは思っております。はい。で、こちらね、グリルパンなんですけども、必ず焼く前には、一回軽くね、油を塗ってあげてください。安全策としては、鉄板の方にも、あと食材の方にも、表面に軽く塗っといてあげると、くっつきはかなり防止できます。どうしてもね、鉄板にタンパク質そのままね、直接いってしまうと、張り付きの原因になりますので、油を塗ってガードしてあげた方が、そこはね、安全にいけますので、ぜひぜひね、お試しください。でね、こちら、お魚でね、よく使われるバンブランソース、ご家庭でもね、比較的、作りやすいソースとなっておりますので、ぜひぜひお試しいただければなと思っております。ではね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。